はい、久しぶりの人物モデルさんですけれども、横顔を描いていってみようと思います。だいたいこのくらいの位置でどうかな。はい、若干左向きの右のほっぺたがいっぱい見えてる感じなんですけれども、前にも言いましたけれども、この顔の中心を通る正中線、額の先から鼻先を通った顎まで、この角度、傾きを意識しましょう。でないとどうしてもね、顎が上がってくることがよくあるんですね。そうすると少しこうね、姿勢が悪い感じになるので、額から顎までを結んだ正中線、常にこう角度を気にしながら書き途中で何度も確かめつつ進めていくようにするといいと思います。はい、だいたい輪郭決まりました。この辺に顔が来る、向こうのほっぺたこの辺、正中線がここで、顎の、耳の下のエラの位置ですねがこの辺から首へ向かってつながっていくと。で今右上からの光で左下に影ができていますけれども、その影も同時に描き入れていきます。こんな感じでちょうど顔の正面が少し影になるような位置関係ですね。はい、で髪の毛のボリュームも描き入れていきましょう。でこの時皆さん結構ね、線だけで形を捉えて、調子をつける、色をつけるのが後回しになる方非常に多いと思うんですが、できるだけその調子も同時につけながら、輪郭線のみに頼らないでトーンをつけながら、例えば髪の毛、日本人結構黒い人多いですけれども、この黒い色を調子をこうやって同時にですねつけながら進めていった方が絵の印象が合わせやすいです。あとやっぱりこうクロッキーの場合はラフに線を引けるっていう、自由自在というか、あんまりこう失敗を怖がっていて綺麗な線を引こうと思いすぎないのもコツの一つかと思います。なので何回でもね、形をこう取り直してっていうか、線を二重三重に引き直しながら、いらない線、失敗した線、間違った線は後から消していけばいいだけですので、あんまり怖がらずにね、どんどんいっぱい線を描き足していきましょう。でいっぱい引いた線の中のどれかが合ってればいいかなくらいの、ね、軽い気持ちでいっぱい線を引く方が上達が早いと思います。例えばこんな感じですね。1箇所決めるために2本3本っていうか10本くらい複数の線どんどん引いていっちゃうんですね。どんどん引きながら徐々に決めていくと。でここら辺ちょっと気をつけてほしいのが、まずね、この頭蓋骨って中にある形をしっかり想定した上で髪の毛のボリュームを上にこうかぶせてあげる。どうしてもこう表面の現象を追っかけがちなんですけれども、地についてるところ、頭皮というか頭髪の元の部分ですね、その部分がどこなのか確かめながら描くように意識すると、立体感というか髪の毛のボリュームにとらわれすぎないっていうのも一つのポイント、コツになります。はい、だいたい形決まったかな。で後ろにちょっとね、髪留めが見えている、蝶々みたいな髪留めが少し見えています。で今回はここから後ろはね、ちょっと省略してっていうかね、色だけでこうやって影の色だけで捉えておいて少しこすっておきます。ここはね、髪の毛の筋はタッチを入れておこうと思います。ここですね、光と影の境目、ちょうど天使の輪っかとかねいう光ってるところあると思うんですけれども、そういったところを見逃さずに描き起こしておきます。あと耳もね、大事なところなの。耳しっかり描くとねいいですよ。中の形省略して、昔ね6とか書いてた人いると思うんですけれども、耳の中6じゃないですからね、ちゃんとこうやって描いていきましょう、形を。でここは、襟足、遅れ毛というか、少しこう毛がまとめてるんだけれども、スッとこうはみ出ている、外れている、止めたところからちょっと外にはみ出ている毛を描いてあげると、女性特有の雰囲気結構出やすいと思います。はい、大まかなところ決まりました。一気に顔描いていきます。まずは目の高さ1、鼻の頭この辺、口この辺、どうでしょう。何度もバランス見直して、こ眉毛、目、鼻、口で、口は、これ結構ポイントなんで何度も言いますけれども、鼻の頭と顎の先端を結んだだいたい中間、ここからここまでのだいたい中間くらいに何が来るか、そんな風に見るようにしましょう。この鼻の下が長くなる人多いんですね。絵を描いていく上で
なんかいつも鼻の下が長くなるっていう人は、鼻に対して口の位置で見るんですけど、鼻と顎の中間のどこに来るのか、そういう見比べ方っていうか比較の仕方を身につけると、鼻の下が無用に長くならないで済みます。はい、唇もちょっとこう調子をつけながら、どうしても唇をね、輪郭線で縁取りしたがる人いるんですけれども、それも注意が必要です。たまたま皮膚の色が肌に比べて赤みが強いだけで、それほど、皮膚の一部なんですよね。皮膚なんだけれども赤みが強い。だから唇の端、外側の端をあんまり強い線で引きすぎないっていうのがコツです。はい、ちょっと口の開いてる感じ、この感じ、自然な感じにね、したいですね。はい、ここもそうです。顎のライン、顎の下は顎から首へかけてのこの部分ですね。ここはね、線をあんまり強く描きすぎないというか、調子トーンで見ていくようにしましょう。顎の下、あんまり強い線を引かない。線があるわけじゃないんですよね。見えなくなる稜線なので、調子をつけながらトーンで見ていきます。さあ、ここまで約7分くらい、あと3分でね、決めていきたいと思います。向こうの襟、ちょっと書いておきますね。ここ鎖骨、向こう、手前の鎖骨、この辺、首の筋、この辺。見えにくいですけれども、この肩のあたり、この辺に鎖骨の終わるところ、肩の骨があって、向こうへつながる。若干右肩落ちてるというかね、スッと下がっている、そういったポーズ取ってもらってますけれども、こんな感じですね。鎖骨の位置、ここが鎖骨の始まるところ、向こうもここが始まるところ、見えないけどこっちへつながると。はい、目いきます。眉毛でくぼみがあって、二重の目のね、この一番内側の中に入り込むところを見逃さずに、眼球黒目ですね、ハイライトをしっかり入れておきます。白目は白目って名前ついてますけれども、そんなに白くないですから、よく観察してトーンに分けて捉えていきましょう。で、涙袋、下側、ちょっとぷっくりしていますね。で、二重がこんな感じ、まつげが見えていると。眉毛の始まる位置、よく見ておきましょう。ちょうど髪の毛かぶさって見えにくいですけどね、この辺ですかね。特に前髪乗っかってる髪の毛、後ろの向こうへ向かう髪の毛に比べるとちょっと筆圧上げています。強めに手前に出して強調したいのでね、こんな感じでしょうか。で、向こうの前少し上がっていって鼻筋につながる、ここですね、向こうの目、まぶた、まつげ長いですね。ここも二重。はい、眼球しっかり見ておきましょう。これはね、目のね、このちょうど水晶みたいな球体の裏側っていうか奥側に下まぶたのここ、涙袋がね、回り込んでるところなんですよ。ここ見逃さずに入れておきたいです。で、下まつげにつながると。ハイライトはね、今ちょっと潰れちゃったので、後から練りゴムで抜きたいところですね。はい、頬の位置少し下がりました。下まぶた、涙袋から向こうへ、少しこう頬がぷっくりときて滑らかにつながる。鼻の先端はここ、何度も確かめながら描いていきます。右上からの光なので左下に影が落ちていると。向こうのほっぺたもちょっと暗めですね。こんな感じでしょうか。眉の位置、ここの形非常に難しいんですけれども、額の骨にぶつかるというか、骨が触れるのはこの辺。はい、ありがとうございました。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
久しぶりに書きながら面白いですね、解説しました。解説してると